第一章、宿命。大正13年10月。屋久島。草陰に久方の産声が上がった。細い手足に産着をまとい、か細く鳴くその子は高しと命名された。小さな手と真っ赤なほっぺ。まだ見えぬ潤んだ瞳は透き通り、微笑み返ししているようだ。40も過ぎて子を授かった静は、弱々しい我が子がことさらに愛くるしい。小さな手をそっと握ると、柔らかなぬくもりがじんわりと伝わってくる。この子だけは何としても守りたい。母としての深い愛情がひしひしとこみ上げた。静の夫、清は地元で網元を営む傍ら、船問や旅館、郵便局、映画館を経営し、手広く事業を営んでいた。兄弟たちもまた、医者や校長、町長といった要職に就き、島ではその名を知られた名家であり、有名な資産家一族の長男でもあった。しかし反面、家庭ではたびたび妻に暴力を振るう。短気を絵に描いたような暴君で、静の体は連日、生傷が絶えなかった。封建的な時代背景のせいか、家族にとってそれは見慣れた光景であり、絶対的存在の父親に口出しする者など誰もいない。産後の回復もままならない中、静は夫から任されていた下宿屋を切り盛りするため、生まれたばかりの高志を連れ、鹿児島に戻っていった。高志、怖いか。相変わらずのか細い腕が淡い褐色に日焼けして汗ばんでいた。静かにしてろ、集中しちょんだ。安房川の緑色に透き通る川面に背後に迫る雄大な自然が映り込み、まるで人を誘っているかのようで、慣れた場所でさえ息を飲む。その上、川の水は夏でさえ氷水のように冷たい。水面には自信なさげの表情が揺れ動き、後方からはセミの合唱が、さあ飛べと煽らんばかりに迫ってくる。じっとしちょっと、ヨガヘッズを。先に飛び込んだ住人は川岸まで泳ぎ着くと、大声で叫びながら手を振った。高志は住人の声にせき立てられ、慌てて川に飛び込んだ。結局いつもこうなるのだ。高志は何にでも石橋を叩く慎重派。反対に住人は何事も躊躇しない。というより、あまり物事を深く考えるタイプではない。そんな相反する二人だったが、まるで磁石のように引き合い、不思議と気があった。トッピーも海を釣ったろう。川に飛び込んくらいで、怖がって飛べんすんだ。なんだそれ、例えにならんよ。トッピーは飛びようなのじゃって、釣っのは当然だろ。いいや、トッピーは特別やで。お前も知りよるやろ。飛行機みたいに、シパーン、シャッシャ。胸びれを広げて何十メートルやって、一瞬で川面を滑空さ。おいもトッピーになる。住人は綺麗な弧を描きながら川に飛び込むと、あっという間に川岸に戻ってきた。トッピーがなんで釣るようになったのか、知っちょっか。さあね、考えたことないさ。トッピーはマグロやシイラを目くらましするために、川面を釣っとさ。つべで逃げれば、一気に一回からな。一見、優雅に釣るように見ゆってど、バイらからしたら必死なんや。へえ、知らんかったよ。
住人のギラギラとした瞳に圧倒され、他に言葉を思いつかなかった。しかも生まれた時から羽を持っちょるんや。わぜだろ。羽を広げ長い、とかくかいて、姿は待って花がせっるよなんだ。トッピーのことになると、住人の話は止まらない。それくらいトッピーが大好きだった。だから住人は、大人になったら漁師になると決めていた。住人はまた川に潜った。今度は森を手に、素潜りで魚を探し始めた。たかしもマケンジと、住人の後を追っかけた。水中から水面を仰ぐと、渡り鳥たちの足ひれが、気持ちよさげに揺らめいている。しかし、思いのほか川底の流れは速い。水鏡の向こうに映る住人は、まるで巨大な魚だ。すばしっこくって、たかしが追いつくと、スーッといなくなる。住人は時々たかしを振り返り、いたずらな面持ちで手招きしながら、押し返す水流をものともせず、すいすいと泳いでいった。風に揺れる木漏れ日が、ゆらゆらと差し込み、湧き上がる気泡に包まれた住人の姿が、幻想的に浮かび上がった。たかしは思わず息を飲んだ。やっぱりこれは魚だ。魚が乗り移ったようだ。ぐったり疲れた二人は、岩肌を背にして空を仰いだ。たかしは一度もあの山に、立ってないだろ。安房川の背後にそびえ立つ、宮之浦岳。安房で生まれ、中学になっても、鹿児島と生まれ故郷の屋久島を行き来していただけのたかしは、まだ、その山に一度も登ったことがなかった。九州一高いその頂には、春先まで雪が残り、一種異様な屋久島の気候の一端を担っていた。四方に伸びた山の稜線は、洋上のアルプスと称されるほど美しい。特に住人は、雨上がりの霧の風景がお気に入りらしく、話を聞いているだけでも想像をかき立てられた。一月に35日、雨が降ると言われる屋久島は、とりわけ山間部の雨量が多い。雨が止み、苔むした土壌を踏みしめながら、一歩一歩林道を進んでいくと、目の前には白く滲んだ原生林の光景が広がっている。木々の間から柔らかな光が差し込み、そこに鹿や猿たちが姿を見せると、なぜか自然の神々しさに身震いを覚えるそうだ。彼らは島中を自由に往来し、日々のんびりと暮らしているが、島人たちは、森の住人である彼らと一定の距離を保ち、決して干渉などしない。古くは山を開拓し、彼らの暮らしを脅かしてきたが、その過ちに気づき、今では島固有の生物たちと共存している。住人は結局、それが山にとっても人間にとっても最善のあり方だという。屋久島で暮らしていないたかしには、どことなく耳慣れない話だが、山と共存しているのは動物たちだけではない。亜熱帯の気候と標高2000メートルに迫る山岳が織りなす屋久島特有の気候が、多種多様な高山植物を生み出し、観察することができる。特に初夏は、シャクナゲの花が美しい。そんな森を抜け、山頂付近までたどり着くと、今度はゴツゴツとした大岩が顔を出し、様相が一変する。何よりも、頂上からの眺めは素晴らしく、遠くは、種子島や沖永良部島まで見渡せる、圧巻の景色が広がっている。そんな住人の話の最後は、いつか、二人で登ろう。おいが案内する。
だった。ひんやりと流れる川風が二人の方をかすめた。いつの間にか空から雲は消え、オレンジ色に色づいた川面を一枚の枯葉が流れていった。そいでは、ぼっぽ帰ろうか。おばさん、世話しちょっと。こないだまで父をすっちょったからな。住人は高志をからかうように言った。小さい頃から根っからの甘えん坊で、病弱な我が子を、静が溺愛していたことを知っていたからだ。そい、言うな。もうすっちょらんわ。そういよっか、明日は学校じゃってな。そげなもん遅れたってよかろ。あ、そっか、たかしは先生になるっとよな。おばさんも、そいを望んぞったな。ああ、じゃって勉強せんとな。遊んでばっか、親ならんよ。そげん、勉強って焦らんでも、今でも成績一般で、先生にて小判をされちょったろ。そういよっか、教師になること、おじさん賛成なのか。父さんは言っても、先生なんぞはくだらん。脳ダメで、理解は無理だわ。そっか。でも今のち、こっちさ戻ってこいよ。こっちさくりゃ、またゆっくり、宝庫に行けるぞ。ちょっとは気晴らしにもなるわ。小学校の時はおじさんによく、一時連れてってもろたな。そうそう、あん時、あがいがわぜって。お前のしたんだき、まだまだあるわ。見せってあるよ。なあ、戻ってこい。おいも屋久島は好きや。でも家に戻れば教師にはなれん。母さんと鹿児島に残って進学するわ。港から鹿児島行き最終便の汽笛が鳴り始めた。二人は大慌てで船着き場まで一気に走り、高志は船に飛び乗った。次はいつだ？そのうちな。船着き場から次第に遠ざかる声とともに、住戸の顔は夕日に照らされ、赤みを帯びていた。沖ではトッピーが群れをなして飛んでいる。鹿児島に着く頃、空は次第に雲に覆われた。一雨来そうや。家に着くまで降らなきゃいいけど。